はいどうもこんにちは。今回はですね、こちらのワイヤレスヘッドホン、イヤーファンチューンプロをね、ご紹介したいなと思っています。イヤーファンさんはですね、実は以前、こちらのワイヤレスイヤホンのですね、イヤーファンエアープロ4をご紹介させていただいていまして、コスパが良すぎるね、デバイスを多く展開されているメーカーさんでございます。そんなね、イヤーファンさんから今回、新作のワイヤレスヘッドホンが発売されたということで、今回自分もね、使わせていただいております。で、これね、ファーストインプレッション、先にお話ししておくと、2024年に発売されていたイヤーファンの Wave Pro っていうのが、全モデルにありまして、そちらで対応していたハイレゾ音質に対応しているコーデック、LDAC っていうのがね、実は今回なくなりまして、コーデックは SBC と AAC に対応という形になっているんですが、なので、純粋進化っていうわけではなさそうだなと、正直ね、その辺ってどうなんだろうなと思ってた部分があったんですけど、使っていくうちにですね、このイヤーファンチューンプロの使い勝手の良さというか、バランスの良さっていうところがね、分かってきまして、最終的に、これね、今約8000円ほどで購入できるんですけど、それだったら安いんじゃないかなと思いましたので、その辺もね、踏まえてお話ししていければなと思います。はい。で、まずですね、こちらどんなヘッドホンなのかと概要をお伝えしておきますと、イヤーファン初のデュアルダイナミックドライバーを搭載してまして、最新の Bluetooth5.4 に対応した ANC 搭載のヘッドホンとなっていまして、なんと無線接続の他に 3.5mm ジャックの AUX 接続や USB Type-C での有線接続にも対応したモデルになっています。で、ブラックとホワイトの2色展開で 1100mAh のバッテリーを搭載し、最大120時間の使用が可能なモデルで、マルチポイントの接続にもちゃんと対応しているモデルになっています。で、価格は現在ね、8990円となっていますが、定期的にね、セールもしていまして、何千円台とかでね、購入することができちゃいます。でしかもですね、今回、イヤーファンさんから特別に割引コードも発行いただいていますので、なんと6000円台で購入することも可能になっています。だいぶありがたいですね。で、音質についてはですね、実は特別いいというわけでもないんですが、フラットな感じですかね。はい、普通によく聞こえるヘッドホンになっているかなと思います。なんかこれつけて、うわ、感動した。なんか音の粒とかも解像感高く聞こえるみたいな、そんな感動はね、正直ちょっとなかったんですけど、可もなく不可もなく普通な感じでフラットに聞こえる感じですかね。個別専用のアプリとかで細かくね、イコライジング調整できますので、作り込めばそれなりに好みの音も作れるといった感じかなと思います。じゃあね、このヘッドホン何がいいのかっていうところをね、ご紹介しておきたいと思っています。個人的に良かったポイントを3つほどご紹介したいなと思います。まず1つ目がですね、音の広がりがめちゃくちゃ良かったです。おそらくね、この 40mm と 10mm のデュアルダイナミックドライバーのおかげだと思ってるんですけど、専用アプリでシアターモードっていうのをオンにしたときに、なんかね、サラウンド感というか、通常モードで隠れていた音がね、裏からなんかもうガッと前に来る感じというか、これちょっと伝えるの難しいんですけど、イメージとしては、通常モードだともう普通にね、楽器が横にそれぞれ、ステージみたいな感じで目の前に並んで、それに対して音が来るみたいな感じに対して、シアターモードにするとですね、もう4方向に、後ろとか前とかね、横とかにも楽器がそれぞれあって、その中心にね、自分がいるみたいな、そんな感じにしてくれます。ちょっと大げさには言ってますけれども、最初このね、シアターモードにした時に、おーっと、これはね、結構感動したというか、かなり印象的だったので、これね、ちょっとぜひ一度ね、皆さん試してもらいたいなと思っています。でね、うまく撮れるかわかんないんですけど、ステレオでね、マイクで撮ってみて、検証もしていますので、ぜひね、イヤホン、ヘッドホンで一回ね、聞いてみていただければなと思います。ちょっとね、こちらテストしてみたいと思います。まずは通常モードね。次はシアターモード。
して2つ目の良かったところがですね、AUX の有線接続に対応しているというところですね。やっぱり遅延も少ないと言われる機種であったとしても、若干はね、ずれてしまう部分っていうのはワイヤレスなんでありまして、そのちょっとしたズレでも影響してしまうような作業、自分で言うと例えば動画編集とかするときには、やっぱり有線接続、もしくはスピーカーでね、音を聞いて作業をしています。なので、有線にも対応できるヘッドホンっていうのは結構個人的にポイント高くてですね、さらにこれ、プラスして、こちらのイヤーファンチューンプロは、電源をオフにしたままでも、イヤホンジャックに接続するだけで音ね、ちゃんと聞こえるんですよ。なので、一手間かけずにね、セッティングできるんで、なかなかいいかなと思っています。電源入れることで音量がブーストされたりとか、音質変わったりするんで、正しくはね、電源をつけた上で使っていただくっていうのが正解だと思うんですけど、これ最悪電源つけてなくても、まあまあ使えるというものなので、個人的にね、すごい地味なポイントではあったんですけど、結構使い勝手につながる部分かなと思ったので、ポイントに挙げさせていただきました。はい。で、そして良かった点3つ目がですね、バッテリー性能ですね。これに関してはもうシンプルですね。ANC オフで最大120時間。で、ANC オンにしたとしても約80時間の音楽再生が可能なバッテリーってなっていまして、かなりね、やっぱポイント高いかなと思っています。普段からやっぱ使っていくなら、使えるこの時間っていうのは、一番使い勝手に直結する部分かなと思いますので、これがね、前のモデルからアップグレードされているという点は嬉しいかなと思いますね。そういう感じでですね、音質が特筆していいというわけではないんですけど、他の部分のね、バランスというか、使い勝手の部分がね、結構良くて、すごくね、気軽に使えるモデルとして、個人的にね、いいなと思いました。とはいえ、いくらバランスがいいからといってもね、気になる部分っていうところがないわけではないので、その部分もね、お伝えしておきたいなと思います。一つ目がですね、ボディの、これ、質感ですね。この価格帯なので仕方ない部分ではありますが、全体的にね、樹脂製の筐体で、耐久面でちょっと不安な部分もね、ありそうかなと思いました。トップの部分の、このレザーの部分はとても良くてですね、触り心地も良くて、クッションもふかふかで、すごくね、いいんですけど、ここのね、可動の多い部分、ここですね。これがやっぱ樹脂製になっていて、で、しかもこれ折りたたんでね、コンパクトにすることもできるんですけど、それゆえにですね、ここの部分が、樹脂製っていうのが、ちょっとだけね、耐久面気になっちゃいました。はい。あとですね、締め付けがね、ちょっときつめです、最初は。慣れてくるまでは、ちょくちょく外してね、耳休めたくなったりしたので、ちょっとこの部分がね、少しだけ気になりましたね。で、クッション部分はもうさっきも言った通り柔らかくて、で、内側もですね、4センチほど。で、縦も6センチほどとですね、一般的な大きさなのかなとは思うんですけど、ここのね、テンションの方ですね、部分が若干きつめではあったので、最初はちょっときつくね、感じるかもしれません。あとね、このホワイトのカラーがですね、真っ白ですごくホワイトデバイス民にも嬉しいカラーリングではあるんですけど、個人的にここの部分、ここもね、白くして欲しかったなと思っちゃいましたね。実はここだけね、なんか金属製になっていて、サラサラしてるんですけどね、ここだけシルバーなんですよね。なのでここだけちょっとね、惜しいと思っちゃいました。ここもね、白くしてくれてたら、さらにポイント高かったなと思いますね。樹脂製メインということもあって、重量はですね、285g と割とね、軽量なので、その辺はね、プラスの面ではあったんですけど、ちょっとこの筐体の部分、プラスチック製、樹脂製っていうところはね、一つ気になる部分としてポイントを挙げさせてもらいました。で、あとね、すごい細かい話ではあるんですけど、アプリのシアターモードなんですけど、これに設定すると、実はイコライジング機能がね、オフになっちゃうっていう点は、ちょっとだけね、残念でしたね。個人的に好みはね、やっぱシアターモードなので、積極的に使っていこうと思っているんですけど、そこからのさらなる音の作り込みっていうところはできないので、ここもいじれるとなお嬉しかったなといったところでございますね。とはいえですね、お話しした通り、使い勝手はね、とても良いヘッドホンになっているかなと思います。ANC もエアコンとかね、PC ファンの
ノイズとかをしっかりとシャットアウトしてくれて、没入感アップっていうところもね、すごくつながっていますし、内蔵マイクも一応ね、試してみたんですけど、思った以上にね、これ音質良かったんですよね。なので、通話やウェブ会議なんかもね、問題なく使用できるかなと思います。テストテスト、テストテスト。今、イヤーファンチューンプロで収録しております。音声の方はいかがでしょうか？ iPhone で接続してボイスメモでチェックしています。音声の方はいかがでしょうか？はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。今回はですね、イヤーファンさんの新作ヘッドホン、チューンプロをご紹介させていただきました。この価格帯なのでね、どうしても気になる部分っていうのはありつつも、それをね、上回る機能性というか、使い勝手の良さがね、あるモデルかなと思いますので、これがね、7000円ちょっとで購入できるっていうのは、なかなかコスパのいいモデルになってるなと思いました。今回ね、割引クーポンも発行いただいておりますので、気になる方はぜひ概要欄にありますので、チェックしてみていただければと思います。こちらのチャンネルではこういったデスク周りのデバイスだったりとか、あとは撮影機材等々のご紹介をしているチャンネルでございます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またですね、コメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。